こんにちは、川口の金です。今日はこのシボ革を使ったワイルドな着火ブーツを完成させたいと思います。前回ソールの仕上げをやって木型を抜いたんですが、今回は最後の仕上げということでアッパーの磨きやっていきたいと思います。結構カジュアルめなブーツなのであんまりビカビカにするのもどうかなとは思うんですが、せっかくね最初なのであえてしっかり光らせていきたいと思います。今回ブーツということでシューツリーもブーツ用に作りました。初めて作りました。それがこれです。3ピースタイプのブーツツリーを作りました。普段作るシューツリーはこの辺までしか高さがないんですけど、今回はブーツ足首部分まであるツリーを作りました。このシューツリーは靴を作った木型を複製して差分割して靴に入るように加工して塗装して仕上げています。まず上部分を入れます。かかとを入れます。そして最後に真ん中を入れます。こんな感じでぴったり靴の中に収まりました。この辺とかくるぶしのあたりとかもしっかりシューツリーが入ってほとんど隙間がありません。これはこの靴専用に作るビスポークツリーならではですね。まずはブルフトアッシュのざっくり部分塗っていきます。この革はイギリスのチャールズ・エフステッドというところの革です。しっかり厚みのある革で、普段靴用に使う革っていうのはだいたい 1.5 ミリ前後なんですけど、この革は2ミリぐらいあります。0.5 ミリの差なんですけども、この触った感じとか重さとかも全然違います。もともともう少し明るめの色だったんですけど、それを染めてこんな感じの赤茶色になりました。シボもそうなんですけど、こんな風にこういったちょっとシワみたいな縦筋模様ですね。こういうのが目立つ革で、ドレッシーな靴だと結構こういうのを避けるんですけど、こういったねブーツみたいなカジュアルなワイルドな靴にはこういう革の表情っていうのがむしろ映えますよね。しっかりクリームを塗り込んでいきます。次は茶色の乳化性クリームを少しブラシに取ってベルトのあたりに塗り込んでいきます。今回ここのベルトの部分のチェーンステッチが特徴的なんですけど、ここに少しクリームを塗ってこの浅い糸にもツヤが出るような感じで塗られていきます。ブラッシングしていきます。すごくいいツヤ出てきましたね。最後にワックス塗っていきます。ちなみにつま先は引っ張って叩くとこの脂肪管結構潰れるんですけど、革は脂肪を強調するように染めてるので実際デコボコはそんなにないんですけど、脂肪模様はついてるのが分かります。このワックスを塗っていくと、もともともう脂肪は結構釣り込みの時に潰れてるので、ワックスを塗って表面磨きするとかなり光沢感が出るんじゃないかなと思います。表面磨きをしていきます。一気に輝いてきました。
はい、磨きが終わりました。めちゃめちゃいい光沢です。最後に靴紐と通します。靴紐はこの靴の質感に合わせて少し太めの網紐通していきます。はい、ということで着ブーツ完成しました。いや大変でしたね。正直言うとこの靴、僕が今まで作った靴の中で一番時間がかかりました。ブーツラストで作るブーツ初めてだったっていうのももちろんそうなんですけど、何にしてもね、各所アッパー作りからすくい縫い出し縫い全て手間が込みすぎていて多分普通の靴の 1.5 倍か2倍近くもしかしたら時間はかかったかもしれないですね。とにかく大変だったんですけど、それに見合ったいい靴ができたと思います。それでは最後にこの靴のこだわりとデザイン紹介していきます。この靴、デザインは3アイレット、穴が3つの着火ブーツです。着火ブーツというのは足首ちょい上ぐらいまで覆う少し短めのブーツで、ブーツなんですけど脱ぎ履きもしやすいという短靴とブーツの中間みたいな感じのデザインの靴です。今回この着火ブーツの特徴的なのはやはり革もそうなんですけど、この底付けですね。この底付けはノルウィージャンウェルト製法といって、登山靴とかスキー靴のようなところから来てるようなデザインで防水性に優れていると言われています。現代においては飾りデザインの意味合いが強いですけど、こんな感じでアッパーの下のところに結構特徴的な縫い目が出ます。これはすくい縫いに飾りの糸を絡めてチェーンステッチにすることで装飾性を高めています。これも元々の意味合いとしては、もしかしたらすくい縫いの間に余分な糸を挟むことで隙間を埋めるみたいな役割があったのかもしれないですね。でこのノルウィージャンステッチがかかっているところには L 字のウェルトがついています。L 字のウェルトの上から見ると装飾が2段階見えるのが分かりますね。この上の部分と下の部分、この上の部分は縫ってません。これはただの装飾です。下の部分のギザギザ、これは上の部分より少し大きめなんですけど、この部分は実際にソールを縫い付けてある縫い目のギザギザです。装飾が2段階になっているのでデザイン的にも特徴的だし、ソールのボリュームもそれだけ出てブーツのワイルドな雰囲気っていうのを出していると思います。ソールはかなり分厚いですね。1センチぐらいあります。これはダブルソールです。かなりこの上ものアッパーからすくい縫いまでが主張が激しいので、ソールもしっかりダブルソールで安定感を出しているという感じです。木型なんですが、やはりブーツならではの特徴としてくるぶし再現してますね。あと足首の傾きなんかも再現してます。内側もこんな感じでかなり立体的な造形にしてあります。ブーツラストはこんな風に足を再現しなくてもいいんですけど、僕が今回ブーツを作るにあたってちょっと足の造形をしっかり出した上で美しくかっこよくなるようなものが作ってみたいなっていうのがあったので、あえてこうパッと靴を見た時に足だなって思えるようなそんな造形にしてみました。この複雑な木型の形状っていうのもあって、木型の製作からアッパーの製作かなり苦労しましたけど、結構有機的な曲線がやっぱりね、短靴にはないブーツでしか味わえないような魅力が出たんじゃないかなと思います。ソール面はアンティークカーブのような茶色のソール仕上げです。そしてつま先には真鍮追記プレートですね。以前追記銅を叩いて立体にしたやかんみたいな、それをイメージして銅のプレートで作ったことあったんですけど、今回はそれを真鍮でやってみました。銅と真鍮で比べると真鍮の方が少し硬さがあるので、この内目模様をつけるのかなり大変でしたね。ソール面っていうのはこの真鍮プレートも含めて履いたら見えなくなってしまうし削れてしまう部分なので、もったいなくはあるんですけど、あえてこういうところに手間をかけるっていうのが革靴の面白さだったりもすると思います。個人的にはこのかかとの造形がすごく好きですね。かかとの丸みとどっしりと支える大きいヒール、ブーツやっぱり大変なんですけど、短靴には味わえないデザインの魅力っていうのがあって、今後もブーツ引き続き作っていきたいなと思います。このブーツすごく重いです。アッパーを作った時から感じたんですけど、この革厚みがあるっていうのもそうだし、ちょっとね革自体重いような気がしました。でさらにそこにノルウィージャンウェルトとダブルソールくっつけてるのでかなり重いし、多分履き始めかなり硬いと思います。なんですけど
足にしっかりフィットすればそこまで重さを感じないはずですし、かなりの硬さもしっかり履き込んでいけば馴染んでくるはずなので、そういう風にね馴染んでいけるように長く履けるようにしっかり作ってますので、この靴は僕の友人に作った靴ですけど、気に入って履いてくれるととても嬉しいですね。それでは最後に履いてもらって終わりにしたいと思います。引き続き靴作り動画アップしていきますのでよろしくお願いします。本日の革靴の件でした。